ワールドウォー2ギアックにようこそ。このチャンネルでは第二次世界大戦をテーマに兵器や戦術、兵士や戦場の姿についてリスナーの皆様に正確で分かりやすくご紹介していきます。第二次世界大戦の最前線で戦う兵士たち、彼らは一体何を食べていたんでしょうか。今回はアメリカ軍のレーション、中でも特に画期的なったKレーションに迫ります。開発の裏側から現代の食材でその雰囲気を再現する方法まで深く掘り下げていきますよ。もし今回の内容面白いなと思っていただけたら、ぜひこの場でチャンネル登録をお願いします。さて、まず基本的なことから伺いたいんですが、戦場での食事、レーションというのは本当に重要ですよね。そうですね。特に通常の調理施設が使えない最前線では文字通り兵士の生命線でした。ただ第二次大戦のアメリカ軍は第一次大戦の反省もあったと聞きます。単に食べ物を配るだけじゃなかったんですよね。まさにそこが大きな進歩なんです。第二次大戦では戦争が長期化、広域化して兵士には持続的なパフォーマンスが求められました。ですから単にカロリーを補給するだけでなく、ちゃんとした栄養学に基づいて兵士の健康、体力、そして士気を維持しようという考え方があったんです。目標カロリーも確か4500キロカロリーくらいと高く設定されていましたし、ビタミンの添加、あとは栄養の専門家も関わっていました。へえ、専門家が。その結果、新兵が訓練後に平均で6から10ポンド、キロにすると 2.7 から 4.5 キロぐらい体重が増えたというデータもあるんですよ。それはすごいですね。食事がしっかりしていた証拠ですね。そうなんです。第一次大戦でよくあったコンビーフ、缶詰が中心のどちらかというと単純なレーションとは根本的に違ったアプローチだったわけです。なるほど。戦争の形が変わると食料戦略も進化するんですね。ではその中でも特徴的なKレーション、これはどういう経緯で生まれたんですか。Kレーションはですね、特に空挺部隊とか偵察部隊のように敵の深いところまで入っていく、そういう兵士たちのために開発されました。彼らにとっては従来のレーションは重すぎたりかさばったりしたんですね。携帯性が重要だったわけですね。その通りです。そこで栄養学者のアンセルキース博士、彼らが中心になってできるだけ軽量でコンパクト、それでいて必要な栄養はしっかり取れる、そういう個人用レーションの開発が進められたんです。そのキース博士の K で K レーションなんて説もあるんですよね。それが有力な説ですね。中身は朝昼晩の3食分が別々の箱に入っていて、ビスケットとか缶詰の肉やチーズ、粉末のジュース、砂糖、ガム、キャンディーとかチョコレートバーとか、それが基本的なセットでしたね。もともとは特殊部隊向けだったのが便利だから一般の兵士にも広がったと。そうなんです。最終的には C レーションに匹敵するくらいの量が生産されたと言われています。タバコとかマッチ、トイレットペーパーまで入っていたっていうのも兵士の生活を考えた工夫ですよね。軽量コンパクトで3食で中身が少し違うっていう点は評価されたようです。ただ一方で兵士からは味が単調だとか、特に甘すぎる、糖分が多いんじゃないかといった不満の声もあったみたいですね。毎日となると飽きも来るでしょうしね。そうですね。継続して食べるにはちょっと厳しかったのかもしれません。そのKレーションを現代の市販品で再現できるという話がありましたが、それはちょっと面白そうですね。歴史を味わう体験ですか。雰囲気を楽しむことはできますよ。再現のポイントとしては、まずパッケージですね。外箱と内側に防水のために漏引きされた内箱があって、二重構造になってるんです。デザインも最初はシンプルなクラフト紙だったのが、戦争後期には区別しやすくようにカラフルになったりもしました。なるほど、箱からこだわるんですね。中身はどんなものが使えそうですか。そうですね。例えばですけど、特定のクラッカーとかホーメル社のコンビーフハッシュ、あれは缶詰肉の代わりになりますね。あとはインスタントコーヒー、粉末レモネード、ハーシーみたいなチョコレートバー、それからチューインガムとか、当時の雰囲気に近いものを探すことは可能です。探してみるのも楽しそうですね。ただ実際に再建してみると、当時の兵士が言っていた糖分の多さを結構リアルに感じるかもしれません。ほう、そんなにですか。再建ブログの計算したところによると、Kレーションの総カロリーのうち約 44% が糖分由来だったそうです。 44%、 それはすごいですね。ビスケットや主食を除いた副食だけでもかなりの割合ですからね。
素早くエネルギーを補給するという点では理にかなっているんですが、これが味の単調さとか栄養バランスへの不満につながった可能性は十分考えられますね。なるほどな。完全な再現はもちろん難しいですけど、当時の兵士が何を口にしてどう感じていたとか、その一端に触れるというのは非常に興味深い試みだと思いますよ。今回の探求いかがでしたでしょうか。面白かった、もっといろいろな話を聞きたいと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。また次回新たな知識の世界でお会いしましょう。